こんにちは、こんばんは、ふっちんです。この動画を視聴している方の中には、GSX S125 の購入をご検討されている方もいらっしゃるかと思うので、今日は GSX S125 についてお話ししたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。それでは、ふっちんの部屋、スタート。フッチンの部屋。しばらくフッチンの解雇が続きます。お急ぎの方は本題へどうぞ。2019年9月に GSX S125 を購入しました。もともとはホンダグロムのカラーがレモンアイスイエローに乗ってみたくて教習所へ通い始めたんですが、卒業するまでの過程でいろいろな元ブログの動画を見ているうちに、グロムからホンダ CB125R と GSX S125 に心変わりしました。両社ともにデザインやカラーは好みだったんですが、決め手となったのが車体の価格と足つきでした。当時約10万円近く GSX S125 の方がお求めやすかったんです。また足つきも地面に足がついて安心感もあったので GSX S125 に決めました。兄弟車種で GSX R125 もありますが、40代には前傾姿勢が厳しいので S125 にしました。それでも GSX S125 も多少前傾気味できつかったので、後にハンドルポストというパーツを取り付けてハンドルの高さを調整しています。バイクの納車、特に初めての場合はワクワクしますよね。近所のバイク店で注文して取り寄せに1ヶ月近く待ちました。修理や部品交換など近いと通いやすいので、バイクの購入は家の近所のお店がいいと思います。ご自身で部品やアクセサリー品を取り付けられる方は別ですが、車体購入時に USB 電源と冬も乗るのであればグリップヒーターは納車の際に取り付けておいた方がいいと思います。 USB 電源はスマホやカメラなどの小型電気機器の充電を走行しながらできますし、他のアクセサリー品も電力を使用するものも多いです。工賃はお店によりますが、パーツ込みで7000円前後くらいかと思います。グリップヒーターも冬は冬用の手袋を着用しても指先が冷えるので必需品です。簡易的にハンドルに巻くタイプもありますが、つけたり外したりするのも手間なので取り付けちゃった方が良いかと思います。こちらもお店によりますが、パーツ込みで1万5000円前後くらいかと思います。あとドライブレコーダーもできればあった方がいいと思います。事故やトラブルがあった時の証拠にもなりますし、最近だとドラレコに加えてカーナビやタイヤの空気圧を監視してくれる機能を備えたスマートモニタータイプの品もいろいろなメーカーから発売しているので、そちらも検討してみてはいかがでしょうか。乗車してしばらくしてからグリップヒーター欲しいなとか USB 電源つけておけばよかったとか思ったので、私はバイクのことを聞けたり教えてくれる人が周りにいなかったので、初めてバイクを購入される方の参考になれば幸いです。あと周りにライダーがいればいろいろアドバイスを求めるのもいいかもしれません。前置きが長くなりました。それでは現行販売しているスズキ GSX S125 について見てみましょう。フッチンの部屋。カラーバリエーションは2色。トリトンブルーメタリック、私が乗車しているカラーとだいぶ変わりましたね。タイタンブラック、こちらも漆黒でかっこいいですね。主な主要装備はスズキイージースタートシステム。スタートボタンを押すとワンプッシュでエンジンがかかります。シャッター付きキーシリンダー、鍵穴へのいたずらや盗難を抑止します。
ッドランプとテールランプは LED ですが、ウインカーランプは電球です。全後輪ブレーキに ABS を搭載しています。高性能エキゾーストマフラー、平成32年令和2年国内排出ガス規制に対応しています。ここからは GSX-S125 のいいところとちょっと気になるところについてお話しします。いいところは見た目のデザインとカラーです。私にとってはバイクに乗れること自体がいいことなので、こんなことならもっと若い時から乗っていればよかったなって思うこともあります。そんなことを思う私ですが、乗っていて気になることもあります。まずヘッドライトが暗いので、電灯がない裏道などは視界が悪く怖いです。最近の年式では多少改善されているようですが、実車があれば確認した方が良いかもしれません。私は後付けでフォグランプを取り付けています。あと2019年式まではハザードスイッチがありません。なくても困ることはなかったんですが、あった方が便利かなと思い、こちらも後付けで取り付けました。あと表現が合っているのか分かりませんが、低回転だとスピードに乗るのが遅い感じがするので、信号待ちからのスタートは 50cc 原付に普通に抜かされます。私は GSX-S125 しか乗車していないので参考にならないかと思いますので、数名の元ブロガーさんの乗車インプレッションを拝見し、その中であったご意見をご紹介します。いいところは車体が軽いのでカーブが曲がりやすい、取り回しが楽、足つきが良い、ギアが6速ある、15馬力ある、リッター40キロ走るので燃費がいい、燃料タンクがスリムなのでニーグリップがしやすい、ディスプレイの情報量が多い。続いて気になるところはシート、サスペンション固め。シートが R125 と共用だからか前傾している感じがする。低回転からのトルクが薄く、低速からがもっさりするといったご意見がありました。気になるところもありますが、おおむね皆さんの評価は高かったように見受けられました。ということで GSX-S125 についてお送りしてきました。GSX-S125 購入検討の材料、バイクに初めて乗る方の参考になれば幸いです。東京タワー到着、お疲れ様でした。最後に、バイクは楽しい乗り物です。ルールを守って命を大事にバイクライフをエンジョイしましょう。今回の動画いかがだったでしょうか。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。